今日は忙しい朝でも簡単に作れる冷めても美味しいふわふわ卵焼きを作りました。こんにちは、卵ソムリエのいかりです。このチャンネルはいろんな卵料理、そして卵の情報をたくさん皆さんにお届けしていくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は忙しい朝でも簡単に作れる冷めても美味しいふわふわ卵焼きの作り方をご紹介したいと思います。忙しい朝でもパパッと簡単に作れるレシピになってます。なので使う材料もお家にあるような材料しか今日は使いません。はい、ということで早速作っていきたいと思います。はい、ということで材料はこちらです。まず卵、お水、サラダ油、お砂糖、お塩、そしてマヨネーズです。はい。で、今回のポイントはこちらですね。マヨネーズ。マヨネーズ使うとふわふわっていうのはもしかしたら知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、ちょっとね、この使い方を今日はね、ご紹介したいと思います。このマヨネーズを加えることでふわっと仕上がるっていうのが1点と、マヨネーズ加えるとね、色も綺麗になります。使う道具としてはこのゴムベラがすごく便利です。と、タコシみたいなこういうザルでも何でもいいです。こせるようなものを用意していただければ OK です。はい、ということで早速作っていきたいと思います。はい、こちらまずマヨネーズですね。このマヨネーズにお水を加えてマヨ水というものをね、今回作っていきたいと思います。はい、このぐらい小さじ1杯ぐらいかな、入れてちょっとずつ混ぜていきます。で、これいっぺんにお水と混ぜちゃうとダマダマになってしまうので、あらかじめこうやってお水と混ぜてあげることでサラサラっとしたマヨネーズの水ができます。はい、こんな感じで少しずつこうやって混ぜていって、で、今回のポイントはダイレクトにこの卵にマヨネーズを入れるのではなくて、マヨ水を使うと卵の液と混ざりやすくなるので、直接入れるよりもふわっと仕上がります。はい、でこれでよく混ぜて、ちょっと器ちっちゃかったね。はい、このぐらいちょっとシャバシャバになったらもうこっちのお水と混ぜちゃいます。これもよく混ぜて、はい、ちょっとずつ混ぜるとね、すっごい綺麗に混ざります。はい、こちら今日の一番のポイント、マヨ水の完成でございます。はい、そうしましたらもうあとはね、すごい簡単です。ここに卵割り入れます。割り入れて、まず軽く溶きほぐします。白身をね、切るようによく卵も溶きほぐしましょう。シャバシャバっとなったら、ここにマヨ水をね、加えます。ここに入れます。で、これをよく混ぜます。この水の分量に関しては、卵1個に大さじ1の目安で入れてください。で、これでよく混ぜます。最後にお砂糖と塩ですね。はい、加えて混ぜます。卵液をこしたいと思います。これでこすとより綺麗なね、卵焼きを作ることができます。これで卵液の完成です。焼く前にキッチンペーパーをちっちゃく折りたたんだものです。これを油を染み込ませておきます。これをね、つどつど油が足りなくなった時に使います。はい、それではね、早速焼いていきたいと思います。まずフライパンにサラダ油を塗ります。で、ここからはゴムベラをね、使ってあげるとすごく巻きやすいので、かなりおすすめです。はい、それでは焼いていきます。火加減中火の弱火ぐらいですね。卵の液はフライパン全体に行き渡るぐらい入れてください。はい、そしたらここからゴムベラです。全体的にこうやって卵液を行き渡して、で、上が半熟になっても卵液が流れなくなったら、下からね、こうやってピュッと1回目は下から巻いて、で、芯を作ります。こんな感じで。で、この時にも油がなくなってたら、またこうやって油を薄く敷いてあげます。で、まだ油があるようでしたら引かなくてもね、大丈夫です。で、この油敷いてる時はフライパンを火から離してこう塗るようにしてください。で、そしたらまた卵液を流し込みます。だいたいお玉1杯分ぐらいですね。そしたらこの卵の下にもね、卵液をこうやって流してあげます。上のね、部分がもう固まったら、今度はね、こっちからくるんと、ゴムベラ使うとすごい簡単なんです。こうやってね、丸めていきます。またね、ちょっと油足りないなと思ったら、こうやって塗ってあげます。で、スーッと移動させて、また塗る。で、卵液を流し込みます。で、これをね、繰り返していくだけでございます。すごいね、だから難しいテクニックとかはいらなくって、液の作り方だったりとか、そういうのがね、すごい大切になってきます。で、あとはね、そのね、ゴムベラをね、
使うの本当におすすめ。もうこんな感じでくるんとできちゃうので、卵焼き作る時はねかなり重宝してますね。でだんだんねフライパンも熱くなってくるので、無理せずにこうやってね離しちゃって大丈夫です。でまた入れて、で表面の卵液が流れてなくなったらこうやってくるくるっと巻いていきます。でちょっと形を整えて、で流し入れます。だいたい3回から4回ぐらいは巻けるかなと思います。ちょっと膨らんできたところはねこうやって潰してあげましょう。で巻きます。角でねこうやって形を最後は整えてあげます。すごいプルプル。はい、これで完成です。プルプルでふわふわに仕上がりました。こんな感じです。はい、それでは切りたいと思います。4等分にします。はい、こんな感じで完成しました。こんな感じですごくねふっくらとふわふわに仕上がってます。はい、ということで完成しました。はい、こんな感じに仕上がってます。ということでいただきます。ふわふわだし、すごい卵も柔らかい食感なんですよ。はい、ということで今日のポイントはですね、まず一つマヨ水を作ってよく卵液と混ぜ合わせたこと。マヨネーズはね一気にドーンって入れるんじゃなくて、お水で少しずつ溶いて、加えるようにしてください。そして一度ざるでこしたことです。でそうすると卵はねすごく綺麗な仕上がりになります。あと巻きやすくもなりますね。で最後は中火よりちょっと弱いぐらいの火加減で焼くことがポイントです。であんまり強火でやりすぎちゃうと一気にね卵が固まってしまって固めになってしまうので、中火よりちょっと弱いぐらいの火加減で焼くのがちょうどいいです。忙しい朝でもね簡単に作れるかなと思います。ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は冷めてもふわふわな卵焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな卵料理を配信しています。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Facebook、インスタこちらにもねいろいろアップしているので、ぜひフォロー、いいね、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。